こんにちは。育休後コンサルタントの山口です。今日のご質問は、現在テレワークができているので、比較的毎日がうまく回っているんだけれども、もし出社率を上げる動きになってくると、これが維持できなくなるのではないかと、不安ですというご相談にお答えしたいと思います。まずですね、出社率を上げる動きっていうのは確かに出てきているところもありますよね。ただ結構会社によって大きく変わっていて、もう一回テレワーク、リモートワークになったので、もうそれが基本になったという会社もあれば、基本的にやっぱり出社がベースだよねという考え方をもとに出社率を上げてきている会社もあると思います。で、自分の会社がですね、どういう方針なのかはよく動きをね、確認した方がいいと思います。で、出社率を上げないとうまく回らないところがあるという場合であればですね、それについて自分が本当にテレワークを続けていて、そこの部分についても大丈夫なのかということはよく考える必要があると思います。で、そうでない場合ですね、テレワークでも特に支障なく働けている、単にその出社率を上げていくっていうのは、もしかするとマネージメントの、効率とかですね、マネージャーが目の前に部下がいないとマネジメントしづらいとか、あと経営者の考え方としてやっぱり出社してなんぼでしょうみたいな、そういう考え方が理由であって、あまり合理的な理由がないと思われるケースもあると思うんですよね。でその場合はまず自分がテレワークを続けることが自分の仕事の効率向上もしくはパフォーマンスを上げることにつながっているということをきちんと説明できることが大事かなと思います。それでお子さんがいて働いているということについては比較的理解がされやすいと思いますので、子育てしながら働いているにあたって、例えばその保育園の送り迎えとかそういうことがテレワークの方が時間のロスが少ないと。で、結果的にテレワークを続けさせてもらった方が、自分は成果が出やすいですということをね、説明すると。そのことによって理解してもらえれば、そのままテレワークの比率をそんなに下げずに続けられるのではないかと思います。その自分のですね、わがままが理由というふうになってしまうと、例えば、いや、テレワークの方が楽なんですよね、みたいな、自分が楽をするためということが全面的に理由として認識されてしまうと、いや、みんな楽じゃないのに自分だけ楽をしようとするのはおかしいでしょというふうに反論されてしまうと思うんですよね。だから、そうではなくて、実質的にテレワークの方が、働く時間が確保しやすいであるとか、テレワークでこういったやり方をすることで、実際出社するよりも効率が上がっているということを論理的にですね、客観的に説明することでテレワークの日数を確保させてもらうということが必要かと思います。で、その時にね、もし会社がやっぱり出社率というところにこだわっていろいろ言ってくるのであれば、ある程度自分が譲れない線というのを決めてですね、あと会社が譲れない線と、そこのギリギリのところで妥協案を見出すということも必要になってくるのではないかと思います。いずれにしても最初から諦めずに、自分がどうして出社ではなくてテレワークをし続けたいのか、っていうことをきちんと合理的に説明するということをしてみたらいいかなと思います。今日はですね、今テレワークで働きやすいんだけれども、出社率の向上ということが言われると、今の働き方が続けられなくて不安ですというご相談にお答えしました。また次の動画でお会いしましょう。